Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはスバルが初めてグローバルに展開する BV ソルテラです。以前番組で紹介したトヨタの BV、BZ4X とは兄弟車となるソルテラなんですけれども、トヨタとの共同開発の中でスバルのこだわりがどんなところに反映されているのか詳しく見ていきます。このソルテラは BEV であっても他のスバル車と同じく 4WD の安定した走りと動的質感の高さを売りにしています。その走りの仕上がりが楽しみです。はい、それではポイントを見ていきましょう。日常から非日常まであらゆるシーンで使える SUV を目指したソルテラ。トヨタと共同開発した BV 専用プラットフォームにスバルがこれまで培ってきた走りのノウハウを注ぎ込んだモデルです。エクステリアでは開口部を最小限にしたヘキサゴングリルやフロントフォグランプなどでスバルの SUV であることを主張。視界をなるべく広く取り開放的なイメージとしたインテリアでは上級グレードに本革シートを採用するなど心地よい空間づくりに配慮しています。駆動方式は2種類。二輪駆動は前輪に 150kW のモーターを搭載。四輪駆動は前輪と後輪それぞれに 80kW のモーターを搭載します。床下に搭載されるバッテリー容量はどちらも 71.4kWh です。四輪駆動にはスバル自慢の X モードを採用。モーターの大トルクとレスポンスの良さを生かした緻密な制御により悪路での安心感ある走りを実現しています。スバルソルテラのグレードと価格はご覧の通りとなっています。スバルとして BZ4X と走りの違いがあるのか気になるところですよね。そうですね。はい、ということでこの後いよいよ試乗に行きます。四輪駆動のみが設定される上級グレード ET-HS に高速道路と一般道で試乗します。スバルならではの走りを BEV で表現したスバルソルテラ。上級グレードの ET-HS に岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 今日はソルテラに試乗しています。この車はトヨタの BZ4X と、兄弟車ですね、トヨタとスバルが共同開発したバッテリー EV ということになります。 BZ4X に対するソルテラの特徴なんですが、一つはやはり顔つきですね。ヘキサゴングリルがついています。これは BZ4X と違う部分です。それからリアに回るとリアコンビランプも微妙に形が違っています。インテリアも基本的に同じですよね。そんな中でおっと思ったのがこのステアリングについているパドルです。これ実はソルテラ専用なんですね。この左側マイナスと書いてある方をちょんちょんと引くと、回生ブレーキが強くなります。でこの右側プラスの方をちょんちょんとやると回生ブレーキが弱まる、そういう制御になっています。もちろんこのボタンを押すとワンペダルドライブになるのでアクセルオフだけでぐーっと回生ブレーキが効くようになります。でこの時の回生ブレーキの強さってやはりこの手動で一番強く効く状態にセットした時と、ほとんど変わりないかなと、そんな感じですね。パワーフィルについてはもうこれはBZ4X と同じと言っていいでしょうね。すごくやはり静かスムースかつアクセル操作に対してすごく素直に反応する。いやこれはねやはり気持ちがいいです。実はソルテラで雪道走ったことあるんですけれどもカーブでの安定感ってすごく高くてびっくりしたんですね。 SUV ということもあってスキーなんかにね使う人出てくるんでしょうけれども雪道走った時のその安心感はバッテリー EV だから
ちょっとねみたいなことは全くなくて、むしろ扱いやすさ、運転しやすさの方が、こう目立っていたというふうに僕は記憶をしています。今ザラーロを走っているんですが、音なんかも結構低く抑えられています。ちなみに今日この試乗車はスタッドレスタイヤ履いています。でちょっと来た時からすごく綺麗に動きますし、あとザラーロでのノイズもゴーっていうのが室内にこもるようなこともなく、スタッドレスなのにこんなに静かなんだっていう感じです。そのあたりやはり車体側の防音対策ですね、それが相当練り込まれてるんじゃないかと、そんな印象です。はい、一般道に降りてきました。ちょっと細い道今走ってるんですけど、やっぱり視界の広さがいいですね。もうスバルは直接視界の広さにすごくこだわるメーカーなんですね。でこのベルトラインの低さとか、それから三角窓ですよね、それと A ピラーの付け根の部分のギリギリまでこう広げたんだろうなっていうあたりの死角をとにかく減らしていくんだという、そういうところがこの狭い道、街中での扱いやすさにすごく貢献してますね。ブレーキがねまたいいんですね。この踏んでいった時の足裏に伝わってくる感覚がすごくしっかりしていて繊細で正確なブレーキングができるんですね。最後もスッと抜いて綺麗に止まるなんていうこともちゃんとやってくれます。ここに来てやはりこうブレーキ、普通のエンジン車から乗り換えても全く違和感ないよというものが出てきましたよね。はい、ワインディングに入ってきました。ステアリングを切っていった時にあっと思ったのが BZ4X より操舵感がしっかりしてますね。何かこう GT カーのような、そんな感触が伝わってきますね。そこがやはり BZ4X との違い、ソルテラの特徴であり、またスバルのこだわりということですね。このソルテラなんですけれども、このデザインだけじゃなくて走りにもスバルらしさをきちんと注ぎ込んでいるっていうのがまず1点魅力ですね。あともう一つ BZ4X はキントを通じた、リースのみなんですけれども、このソルテラの場合はちゃんと購入できるということも大きな特徴メリットになっていると思います。そのあたりの考え方とか車の仕上げの違いとか、そういったあたりこの後開発担当者の方にもしっかりと話を伺っていきたいと思います。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。スバルソルテラこのようになりました。よくできましたですね。そして気になる燃費なんですけれども、今回はですね最高気温13度最低気温マイナス1度という状況の中で、1キロワットアワーあたり 4.4 キロという数値になりました。ちなみにですね WLTC モードカタログですね、それでは満充電で487キロ走れることになっているんですけれども、今回の燃費を当てはめて計算すると満充電で314キロ走れる計算になります。ともちゃんどうでした？はい、私も雪道で走った時のインパクトが実はあって、シャーベット路面のカーブで滑り出すじゃないですか。で四駆の制御が入るんですけど、内燃機関だとちょっとタイムラグがあるところが、モーターだとすごいレスポンスよく反応するんで、スバルが求める走りをより表現しやすくなったのかなって思いました。いやでもBZ4X もそうなんだけれども、ソルテラって僕本当に雪の上で走ってみて、バッテリー EV ってこんなに運転しやすいのかって思ったから、結構滑りやすい道に行けば行くほど、バッテリー EV ってちょっといいのかもしれないね。重心も低いですしね、いやすごいなと思いました。ではここでソルテラのユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。基本的には SUV、しかも前後のタイヤの間隔が広く取られています。でドアを開けると開口部自体も結構広く、そして足元もこれ汚れにくいようなドアの作りになってますよね。そして着座位置は少し高めですが、横方向かなり広く取られていて乗り込みやすいです。実際の空間なんですが、まず足元を見るとフロアがほぼフラットで足元が開けてるんですよね。身長162センチの私で膝前がなんとげんこつ5個も入っちゃいました。そして頭上もですね、座面の位置はそこそこ高めではありますが、でも2個入るので十分ゆったり座れます。中央にはアームレストがついていて、こ
こに小物入れとドリンクホルダーが2つついていました。さらに快適装備も充実しています。で、この辺にエアコンの吹き出し口もありますし、 USB のタイプ C が2つ、さらにこれ BG4X にないんですけど、ソルテラの後席には3段階のシートヒーターがついてます。そしてラゲッジスペース、電動開閉式のテールゲートが設定されていました。このように開いていくと上が傾斜して下になってますが、このように開口部がかなり開けて、床面も四駆の割に低く広いですよね。奥行きも幅もしっかり取られて荷物たくさん積めます。さらに壁面を見ていくと、ここに AC100V、1500W のコンセントついてますので、家電を使うこともできそうですね。後席のアレンジは60対40の分割可動式、ほぼフラットになるのでかなりの荷物載せられそうです。本当にサイズが結構大きめの車だから、ユーティリティもどういうふうな使い方しても結構これは大丈夫だな、家族も使えるなっていうものに仕上がってますよね。はい、機能性も高いですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺います。それではスバルの小野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。小野さん、このソルテラなんですけれども、スバルとしては初めて本格的に、しかもグローバルに展開するバッテリー EV ということで、初物でご苦労多かったんじゃないですか。はい、話し始めるとキリがありませんけれども、今となっては、めちゃくちゃ面白い体験を、何年かにわたってさせていただいたんで、非常に周りの方々には感謝してます。なるほど。これトヨタとの共同開発でということでいくと、この役割分担というのはどういうふうになってたんですか。はい、ロケーションはですね、電動化のその技術の蓄積だったり設備の都合がありましたので、トヨタサイドでやることにしましたけども、まず人は半々出して、でただ得意不得意の分野がどうしてもありますので、電動化の部分に関してはトヨタさんTHS はじめハイブリッドで培った技術があるので、そのあたりはトヨタさんの比重が高くて、プラットフォームボディに関しては半々、でその中で得意不得意があるので、総じて言うと半々っていう感じですね。なるほどね。バッテリー V 作るとなると、そこら辺の今までのノウハウをうまく使えてるのか、それとも全く別のものなのかっていうのは、そのあたりいかがですか。はい、使えています。確かにボクサーエンジン、僕もエンジン設計部出身ですので、非常に大事に思ってましたし、屋台骨だと信じて疑いもしませんでしたけれども、実際は手段ですので、我々がしたいことはですね、運転する楽しさと安心安全、これを両立することです。その手段が水平対向だったりシンメトリカル AWD です。そうなると EV でもシンメトリカル AWD で、同じような制御をしていけば、さらに EV で得られるメリットを生かせばもっと進化できる、そういう意味では根底にあるのはスバルのこれまでの技術になってきます。なるほどね。すごく簡単なところではドライブシャフト前後左右同じ長さになっていて、トルクステアが出ないようにするだとか、もともとこの車モーター横置きになってます。レフもセンターにありません。だけれどもドライブシャフトを出す場所は左右同じ長さにしてあげて、右左同じような制御ができるようにする、そういったところから、すごくベースなところですけどもしっかりとやっていきました。なるほどね。僕実はこのソルテラに初めて乗ったのって、雪の上だったんですよ。いや、時びっくりしたんですよね。こんなになんかコントロールしやすいものなのかって、モーターはですねフィードバックがすごく速いので、エンジンのように要求受けてからトルク出すまでに時間がかからない、そういう意味ではお客様が気づかないうちに立て直していて、多分その雪上で走られた時に何も感じなかったかもしれないんですけど、車は中でめちゃくちゃ頑張っていて、お客様が気づかないうちに直している、だから安心安全にああいう危ない道でもその気持ちにゆとりを持って走る、そういったところにメリットがあります。世の中になんかそのバッテリー EV は誰でも作れるんだ、簡単なんだみたいなことを声ありますけれども、あれ僕は違うんじゃないかなと思ってるんですが、実際にやられてみてやはりですよね。その通りだと思います。それこそ同じラジコンを渡されても速さが違ったり、曲がり方が違ったり、人それぞれだと思います。その人をメーカーに例えれば、全く違う車になると思ってますので、EV でもらしさは出せると思ってます。なるほどね。そう考えると確かに EV だともしかしたらいろんなメーカーごとの個性っていうのをさらに際立たせることももしかしたら可能かもしれないですね。
そうですね、うんこの先 EV の技術がどんどんこう玉成していくと、熟成していくとEV としての差はなくなって、やはり最後は車としての差になるはず、その時にはスバルにはいろいろなこう魅力的な、アイコンがありますので、そういったものをどんどん入れていって、やっぱり EV でもスバルだよねって言ってもらえるような、そういった車にしたいかなと思ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここでソルテラの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。これは走り、曲がり、止まる、本当に車との基本ですね。それがとてもよくできているということです。バッテリー EV ってどうしても重量が重くなるので、加速性能はいいんだけれども、ブレーキかけるとちょっとねとか、曲がるのがちょっと苦手だよねとか、あるいは、乗り心地が硬くなっちゃうよねっていうのがどうしても出てきがちなんですが、このソルテラの場合は本当に走って曲がって止まる、あるいは乗り心地あたりの完成度が非常に高い、そのねバランスの取り方っていうのがとてもよくできているなと感じました。で×はですね、燃費性能です。今回、冬場とはいえ 4.4 キロですね、キロワットアワーあたり、これねやはりいろんなバッテリー EV 乗ってみたところで感じるのは、5キロは超えてほしいなというところなんですね。前輪駆動モデルの場合だと多分おそらく5を超えてくると思うんですけども、4駆の場合 4.4 キロですから、ここからね10%、15% ぐらいはよくしていってほしいなと思います。はい、私は丸のポイント、これはソルテラ独自のこだわりの装備と、スバルの走りの思想をモータードライブで表現してみせた一台だというところです。スバルといえば、四輪駆動を中心とした操縦安定性、走る楽しさ、悪路走破性といった要素もありますが、ソルテラはこのバッテリー EV をベースにしながらスバルが大切にしてきた魅力やノウハウが生かされていたというのがすごく嬉しく感じました。装備的にもソルテラ独自で BG4X と差別化しているのも頑張ってるなと思いました。そしてバッテン、これはインターフェースに新世代の乗り物感を感じにくい。で車に乗った時にインテリアでいろんなモニターであるとかスイッチ類とかあると思うんですけど、このあたり最近の EV って結構いろいろ挑戦してきているブランドもある中で、比較的保守的、よく言えば内燃機関の車から普通に乗り換えやすいという意味では行きやすいとは思うんですけど、もうちょっと何かチャレンジあってもいいのかなって思います。例えば充電スポットを探すにしてもちょっと他のものよりも一手間多かったりね、そういうところが今一つなんだよね。頑張ってほしいですね、期待してます。ということで2人の評価はこのようになりました。ここで視聴者からのメールご紹介します。三重県50代の男性です。なぜ OEM があるのですか。なるほどね。このね BRZ じゃなくて BZ4X とソルテラもそうだし BRZ と86なんかもそうじゃないですか。でやっぱりそういうものが多くなってきた背景には電動化であるとか、それから安全性の強化であるとか、めちゃくちゃ今車を作るのにお金がかかるようになってきてるんですよ。なので特に販売台数の小さいメーカーがそれだけ投資をして新しい車種を作るというのがだんだん難しくなってきているということで、トヨタとスバルが今回は手を組んでやったと。他にもサクラと EK クロス EV なんていうのもね、あるんで、こういう動きっていうのはどんどん増えていくんだろうと思うんですが、その一方で僕はやっぱりちょっとデザインをもうちょっと変えてもよかったんじゃないかなと思うんですよ。ともちゃんどうですか。そこら辺。確かにそうですね。ベースの部分は共用しながらも、やっぱメーカーらしさをもっと振り幅あったら違った車として受け止められそうですよね。例えばねZ4BMW とスープラって全然違う車に見えるでしょ。そうですね。でサクラと EK クロス EV も全然ボディスタイルっていうのは違うんで、OEM っていうのは多分ね増えていくんだろうけれども、でもデザインはもっともっと、なんか個性化をしていくと走りの個性分けっていうのはできてるじゃない。だからあとはデザインなんじゃないかなと思うんですけどね。でも今回のソルテラは BZ4X といい部分はすごく共有して、スバル独自の魅力もちゃんとありましたよね。そうやっぱり走りの味とかね、そういう部分っていうのはなんかやっぱスバルらしいなっていう部分があったし、トヨタ版はトヨタ版ですっと馴染める気軽さなんかもあるし、そこら辺はねすごく面白いなと思いましたね。ぜひ乗り比べてほしいですね。ではまた来週。旬のニューモデルを
モータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life